例えば旋盤とかですと、このように置いていただくとですね、はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、建築チュートリアル、コリジョン向こうに潜む罠をお送りいたします。アークサバイバルアセンディットになりまして、建築システムが大きく変わりました。それによってですね、ASE で常識だったものであったり、いろんなものが大きく変わっておりまして、今回ですね、コリジョン向こうに関して詳しくご紹介していこうかと思います。建築をある意味簡単にするものではあるんですけども、ASE になってからはですね、そんなになくてもいい場合もありますし、逆に建築を難しくしている面も出てきますので、その辺を詳しくご紹介していきますので、ぜひ建築ライフにお役立ていただければと思います。今回は初心者向けに基本的なコリジョン向こうとは何かからですね、その設定の罠についても詳しくご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では本編どうぞ。ではまずコリジョン向こうとはからお話ししていこうかと思います。コリジョン向こうとはサーバーの設定の一つでありまして、公式サーバーでは使えません。ローカルサーバーや公式サーバー、もちろん非専用サーバーでもご利用が可能です。ローカルの場合ですと、開始画面入っていただいて、真ん中ゲームを作成、または再開。進んでいただくと、マップを選ぶ画面になるんですが、この中のゲームのルール、建築物、この中に建造物設置時のコリジョン制限を無効がオン・オフあります。通常設定ではオフとなります。これをオンにしていただくと、コリジョン制限を無効にすることができます。コリジョンに関してはですね、このように物理判定で当たり判定があるところに関してはですね、建築することができなくなってます。重なっておけなくなっております。特に ASA の場合はですね、このように天井同士もぶつかり合って重ねておくことができなくなっております。ただし、コリジョン無効にしていただくと、このようにですね、建築物を重ねておくことができるようになります。この建築物の当たり判定を無効にするということが、コリジョン無効という設定になっています。このことにより、アークでよくある建築の順番や、普段できない建築などを自由に楽しむことができます。順番に関しては公式などコリジョン無効入っていない状態でも置ける場合はあるんですが、アークの場合建築の順番を守らないと置けなかったりするので、建築の施策を作っている時にですね、ここをやっぱりこうしようみたいなことが後々できたりする場合もあります。何かの建築の後に置いたりとかですね。建築物同士でなくても、このように地形に対しても通常はリソースに対して建築物を置くことができません。大きいものはともかくこういう小石とかもですね、埋まるようなものも重ねておくことができません。ただし、このようにコリジョン無効だとリソースに対しても埋め込んで建築することが可能です。小石を隠しておいたりとかですね。大きいのはそのまま使うことはそんなにないと思うんですけども、リソースにあたって建築がうまくできないっていう場面を、リソースをわざわざ壊さなくても建築が置けるようになります。リソース壊せばコリジョン無効してなくても置けるんですけどね。なので、建築上当たり判定で建築ができない部分などに対して当たり判定を無視しておくことができるようになります。以上がまずコリジョン無効とはというお話でした。
続いて ASA での変更点について。まず ASE 時代は地形自体に当たり判定がありました。ただし ASA に関してはですね、このように壊せるリソースに対しては当たり判定があって置くことができないんですが、地形に対してはこのように刺さって置くことができます。例えばこのようにギリギリ置いた場合も地形に埋まる形で土台を置くことができるようになりました。ASE 時代は当たり判定があって、このように地形に埋めて土台を置いたりっていうのができなかったんですが、ASA に代わって置くことができるようになっています。中にリソースがある場合は当たり判定で置けない場合はあります。あと自分が立っていると置けなかったりします。その他 ASE では後置きでこのように壁の間に柱を置くことは上から下ろしてくる分には置けたんですが、このように天井や土台から上に伸ばしていくっていう置き方ができませんでした。ただし見ていただいた通り ASA では後置きで柱が置けるようになりました。このことにより基本的にはですね ASE 時代にあった後置きできないものっていうのがですね割と減ったという部分と、地形に対しての土台の置く部分がですねかなり楽になりました。今回とは別の話ですが、土台の高さ変更などもできるようになってですね、かなり建築がやりやすくなってます。逆に先ほどお伝えした通り ASE 時代では天井などをこの角度違いで重ねたりできたんですが、 ASA ではその重ね建築ができなくなっております。 ASA では内装物に関してもこのように土台や天井など建造物にスナップして置くことができるようになりました。またスナップを無効化してもですね、このように壁に張り付いた状態、横向いてもですね壁にくっついている間はそれに合わせて置くことができるようになりました。これにより昔であればですね柱使ってまっすぐ置かないといけなかったんですが、このように中途半端なところに置くときはですね柱使う必要あるんですけども、何か建造物に沿って内装物を置く場合簡単に置けるようになりました。何も考えず壁に沿えばですねこのように壁に埋まらずに綺麗に置けるようになっています。その他ですね、このように収納ボックス、台など置くときにですね、建築物に刺さった場合はもちろん重なれば置けないんですが、壁に沿ってですね、置いた場合、その収納箱自体にもスナップして簡単に置いていくことができるようになっております。これによりだいぶ内装物の設置が楽になっておりますし、初心者でも簡単に綺麗に置くことができるようになってます。これによってですね、ASA では初心者でも簡単に綺麗な形で建築をしていくことができるようになりました。ではここからは本題のコリジョン無効の罠についてご紹介していきます。主にですね、建築物自体はですね、問題ないんですが、内装物の設置に関して ASA で楽になった分は先ほどお伝えした通りなんですが、コリジョン無効で設置しようとした場合、まずスナップした状態でもですね、当たり判定が無効になるので、例えばこういう状態で置いた場合、壁を貫通して内装物を置くことができます。できてしまうということですね。たださすがにこういう置き方する人はそんなにはいないと思うんですけども、このようにですねスナップ無効にした場合に先ほどのように壁に沿って建築することも可能ではあります。この場合ですね、ギリギリまでこういう角に置いた場合に置けるんですが、これですね実はこのように飛び出して置けます。置けてしまいます。なのでよく見ておかないとですね、コリジョン無効を入れてなければオフの状態であればここは当たり判定で出てこないんですが、コリジョン無効にしていることによって当たり判定がないので、こういう角の部分とかに関してはですね飛び出してしまう場合があります。なので
うまく ASE 時代の内装物設置するのと同じようにですね、位置関係をうまく見ながら設置しないと難しい置き方になります。工業路あんまり出ないんであれなんですが、例えば旋盤とかですと、このように置いていただくとですね、こっちから結構な勢いで飛び出します。なので、置けてしまうんですが、置けてしまうがゆえにですね、綺麗に置くのはしっかり見ないと置けなくなってます。逆に言うと、スナップもですね、このようにスナップしておけるんですが、少し重ねておくようなコンパクトな置き方もできます。このようにですね、こっちの壁に合わせている場合、このように重ねて置くこともできますし、重ねられてしまってちょっと気持ち悪い人出てくると思いますんで、そこはちょっと建築の考え方であったりっていうところは出てくるんですが、いいところと悪いところが出てきます。なんで逆に綺麗に出るようにですね、判定を見たり、場所によってはですね、柱とかを使ってちゃんと置かないと貫通してしまったりとかですね、出てきてしまいますので、ここはご注意いただければと思います。ちなみになんですが、セラードアの上にですね、内装物置くことはできないんですけども、これは当たり判定とは別の話なので、コリジョン無効でも置くことはできません。あくまで当たり判定を無効にしているだけなので、置けないところには置けません。この辺は勘違いしないようにご注意いただければと思います。セラードアの上にですね、金庫とか置く手段はあるんですけども、その辺はまた後日お伝えしようかと思います。では少し総まとめとしてお話をしていこうかと思います。ASE になって割とですね、建築の当たり判定っていうのが ASE 時代からですね、大きく変わっておりまして、割と建築に関してはですね、緩くなったものになってます。唯一辛くなったのが天井とかを重ねて置けなくなったという部分が大きな違いになってきます。これによってちょっと作れる形は変わってきたんですが、その分ですね、柱を置いたり飾ったり綺麗に置いたりとかに関してはかなり初心者の方でも簡単に置けるようになったので、建築初心者の方でもかなりやりやすくなってます。そしてコリジョン無効にすることによってちょっとしたデメリットですね、こういう内装物を置くときに建造物突っ切って置けてしまったりっていうとこもあるんですが、それに際してもですね、このように重ねて建築をしていけるという部分もありますし、工業路とかですね、建築する場合、通常工業路の当たり判定があって置けない部分に天井を置けるようになったりとかするので、いろいろ建築を形作ってですね、置いていくなどもできるようになります。コリジョン無効、建造物や内装物に関してですね、利点、欠点などはあるんですが、それぞれやりたいこと、作りたいものに合わせてですね、どちらを選択するか、やりたいことに対して切り替えてですね、建築していただければ便利なものではあります。ただしですね、ASE 時代から自分の考えとしてはですね、建築に制限があるからこそ、その制限の中で作りたいものをいかに作るかって考えるのがですね、割と建築勢、心を揺さぶられるものがありますので、自分はあんまりコリジョン無効使うことはないんですけども、ただそれを否定するものではなくて、もちろんコリジョン無効を使うことによって建築できるものっていうのも変わってきますので、それはそれで楽しんでいただければと思います。ただですね、初心者向けとしては ASA の場合に関してはですね、コリジョン無効はオフの方が建築がしやすいと思います。なので個人的な意見というところではあるんですけども、まずはよくわからない建築初心者などに関してはですね、ASA の場合に関してはコリジョン無効入れない方が建築はやりやすくなってます。ASE 時代コリジョン無効入れている方がですね、当たり判定いろいろずらしたり考えたりしなくても建築ができた分、建築やりやすかったんですが、
ASA はその分改善されてですね、初心者向けの建築がしやすいシステムが元から適用されておりますので、全くこれから初めて建築していくよっていう方に関してはですね、変に建造物を突き破って置けてしまったりとかした方がですね、いろいろ考えないといけない部分が出てきますので、コリジョン無効をオフにして建築していっていただく方が簡単に建築をしていけるようになります。また公式出てみたいよっていう場合もですね、設定同じものになってますので、そのまま使うことができますので、ぜひお試しいただければと思います。以上がコリジョン無効に潜む罠でした。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、ASL 建築チュートリアルコリジョン無効の罠についてご紹介していきました。ローカル税で ASE からされている方ですと、コリジョン無効を入れた設定でずっとされている方ももしかするといるかもしれないんですが、ASA の場合ですね、だいぶ当たる判定が緩くなりまして、通常のコリジョン無効で後付けで設置していく部分もですね、かなり減ったので、逆に内装物の設置で難しくなる面出てきますので、なかなか建築苦手だよっていう方はですね、ぜひコリジョン無効オフで試してみていただくといいかもしれません。その分ですね、ASA で天井を重ねたりとか、いろいろデザインをですね、使えなくなった部分もありますので、ASEGI の建築を再現したいとかですね、そういう場合、コリジョン無効が必要になってくる部分もありますので、一旦それぞれ出てきますのでね、ぜひ自分の作りたい内容に合わせてご活用いただければと思います。初心者におすすめはコリジョン無効オフです。またですね、建築に関しても基本的なところからちょっとした小技であったり、いろいろご紹介していこうかと思っておりますので、チャンネル登録してお待ちいただければと思います。それでは本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。